どうもこんにちは。さて、今日のテーマは文通です。もうスマホでいつでも誰とでもつながれるのが当たり前の時代ですよね。そんな中で、あえて手紙を書く、待つっていう行為。これって一見するとすごく時代遅れに見えるんですけど、実はその中にものすごく深くて豊かな意味が隠されてるんです。今日はそれをじっくりと解き明かしていきましょで、いきなりですけど、今回の話の中心になるのが、この問いかけ案ですよね。効率、スピードが何よりも重視されるこの現代で、どうしてこんなに遅くて手間のかかるコミュニケーションが逆にすごく魅力的に感じられることがあるんでしょうか。その謎に一緒に運んでいきたいと思います。まず基本の言葉からいきましょうか。文通。これ、ただの手紙のやり取りっていうだけじゃないんです。すごく大事なのは、このコミュニケーションが時間と空間の隔たり、つまりすぐには会えない、すぐには返事が来ないっていうことを大前提にしてるってことなんですね。今のテクノロジーが何とかしてなくそうとしてる、まさにその非効率な部分にこそ、文通の本当の価値があるんです。さて、じゃあ最初のセクションです。ここではですね、日本を代表する作家、文豪たちが交わした、もう本当に濃密で、時には魂がぶつかり合うような、そんな手紙の世界をちょっと覗いてみたいと思います。こういった手紙は往復書簡なんて呼ばれたりしますけど、これ、ただの連絡事項じゃないんですよ。作家同士が世間に公開するなんて全く考えずに交わすものすごくプライベートなやり取りだからこそ、本音と本音がぶつかり合うわけです。まさに新しいアイディアが生まれて、魂がぶつかり合う創造の実験室だったんですね。この表を見て面白いのは、漱石と子規みたいにお互いが命綱だった関係もあれば、ナボコフとウィルソンのように最初は友情だったのに最後は知的な決闘みたいになっちゃう関係まで、手紙っていうのがいかにいろいろな人間関係の力学を記録してるかってことなんですよね。特にこの2組、漱石と子規、そして川端と三島。これはもう実に対照的で面白いんです。漱石と子規の手紙っていうのは、孤独なロンドンと病気の松山、この遠く離れた2人を結んで一緒に日本の近代文学を作っていこうぜっていう支え合いの記録なんですよね。一方、川端と三島の手紙はものすごく丁寧な言葉遣いの裏に、美とは何か、死とは何かっていうピリピリした緊張感が漂ってる、美しくもどこか悲劇的なそんな魂のやりとりなんです。この言葉すごくないですか。漱石がイギリスでどれだけ深い孤独を感じていたか、そして遠い日本の友とのつながりをどれだけ渇望していたかがひしひしと伝わってきます。彼神経衰弱にまでなっちゃうんですけど、そんな中で子規からの手紙だけが彼を日本語の世界、つまり彼自身につなぎ止めるための文字通りの命綱だったわけです。さあ、ここまでは文豪っていう特別な人たちのプライベートな世界の話でしたけど、ここからはガラッと視点を変えます。昭和の雑誌です。これ実はある世代にとっては今の SNS みたいに社会全体をつなぐソーシャルネットワークとして機能していたんです。このタイムライン、ただの文化の流行りを追ってるだけじゃないんですよ。これ実は僕たちの社会が信頼とかプライバシーっていうものをどういうふうに考えてきたか、その価値観の劇的な変化の物語なんです。昔は性善説というか善意が前提だった社会が、だんだんと安全と引き換えにある種のオープンなつながりを失っていく。その過程がここにギュッと凝縮されてるわけですね。いや、これ今の僕たちからすると一番衝撃的かもしれないですよね。住所公開っていうこのルール。別に昔の人がセキュリティ意識が低かったとか、そういう単純な話じゃないんです。むしろ知らない人からの手紙を危ないものじゃなくて、何か面白いことが始まるかもしれない未知への扉みたいに捉えてた。そういう社会の根底にあった共同体的な信頼の証なんですね。じゃあ昔はそうだったと。でもこの待つっていう感覚、今のデジタル時代に完全に消えちゃったんでしょうか。いや、実はそうでもないんです。ここからは文通の精神みたいなものがどういう形で今生まれ変わっているのか、その面白い現象を見ていきましょう。そこで出てくるのがこのスローリーっていうアプリなんですけど、これが実に面白い発想なんですよ。普通、テクノロジーって物事を早く効率的にするために使いますよね。でもこれは真逆。意図的に遅くするんです。このスライドにあるように、
GPS で相手との物理的な距離を測って、その距離に応じてメッセージが届くまでの時間を人工的に作り出す。この待つ時間があるからこそ、一通一通のメッセージに重みが出て、コミュニケーションがより深くなるっていう仕組みなんです。さて、この数字210円、何だと思いますか？これ、列っていう文通を仲介してくれるサービスの一例なんですけどね。このわずかなお金が自分の住所を相手に教えなくても本物の手紙を交換できるっていう安全を買うための値段なんです。つまりこれって昔は社会の善意でタダで手に入った信頼が今ではお金を払って買うサービス、商品になってるっていうことの象徴なんですよね。このサンタクロースへの手紙っていうのもすごくよくできたシステムですよね。待つことの魔法をうまく組織化して制度にしてる素晴らしい例だと思います。特にうまいなと思うのが、返事がサマーカードで数ヶ月後に来るってところ。これでクリスマスっていう一瞬のイベントが1年を通じた継続的な関係に変わるわけです。これはもう文通が持ってるケアとしての側面が社会的な機能にまで広がったケースと言えるでしょうね。さあ、ここからは話がさらに面白くなりますよ。文通っていう概念をその限界のさらに向こう側まで押し広げてみます。社会の常識とか時間、さらには生きと死の境界さえも超えちゃう、そんな手紙の世界です。普通だったら一方通行のはずのファンレターが現実のパートナーシップにつながる。これまるでドラマみたいですけど、実際に起こるんですよね。資料によれば、例えば俳優の柳葉敏郎さんなんかがファンレターをきっかけにご結婚されたそうです。じゃあなんでそんなことが起きるのか。そのメカニズムを分析すると、手紙っていうのがスキャンダルとかを気にする著名人にとって世間の目にさらされずに時間をかけてじっくり相手の内面を見極められる、いわば安全な交際機関として機能するからということらしいんですね。なるほどなぁと。これは香川県にある大流郵便局に届く手紙の一例です。ここは亡くなった人とか、まだ見ぬ未来の自分とか、そういう届け先のいない手紙を受け付けてくれる場所なんです。返事を期待するんじゃない。書くこと、そしてそれを手放すこと自体が目的になる。言葉の聖域、サンクチュアリーみたいな場所ですね。132年です。132年。これはスコットランドで見つかったボトルメッセージ、つまり瓶詰めの手紙が海に投げ込まれてから発見されるまでにかかった時間です。遅れるコミュニケーションのまさに極致ですよね。もうここまで来るとメッセージは単なる情報じゃなくて時間そのものを閉じ込めたタイムカプセルとして僕たちにロマンを感じさせてくれるわけです。この漂流郵便局とかボトルメールの例を見てくると、こんな哲学的な問いが浮かんできませんか？コミュニケーションって必ずしも誰かに届く必要はないのかもしれない。書くっていう行為そのものが書いた本人の魂を救うための旅そのものなのかもしれない。そう思えてきますよね。さあ、いよいよ最後のセクションです。これまで見てきた文学の話、社会の話、デジタルの話、そしてちょっと形状学的な話まで、これらの意図を全部まとめて一つの革新的なアイデアへと紡ぎ合わせていきましょう。結論から言うと、こういうことなんです。文通っていうのは、このスライドの左側にあるディスタンス、つまり物理的な距離とか時間の隔たりを右側にあるデプス、つまり精神的な深さとか関係性の豊かさに変える魔法のようなプロセス。言うなれば、距離を深さに変える錬金術。それが文通の本質なんです。この考え方が今回の話のすべてを要約しています。ということで、最後にこの問いを皆さんに投げかめて、今回の話を終わりにしたいと思います。とにかく早く効率的にって僕たちは距離をなくすことを急いでいるわけですけど、その過程でもしかしたらすごく大事な深さみたいなものをどこかに置き忘れてきているのかもしれない。そんなことを考えるきっかけになったなら嬉しいです。今日の分析はここまでです。